レーザー来ました。はい、というわけで早速箱から取り出してみました。こちら、アトムスタックさんからご提供いただきました、アトムスタック X20 Pro というレーザー加工機になります。こちら、以前にも似た形状のレーザー加工機、レビューさせていただいているんですが、こちらはですね、なんと出力が倍の 20W となっております。で、それに伴いですね、このレーザー出力部分が非常に大きく重たくなっております。で、ここら辺のね、形状もちょっと変わっていまして、なんでかというと、これなんですね。はい。ちょっと大きめの弁当箱みたいな形状になってるんですけど、これがエアアシスト装置と呼ばれるものでして、要はですね、レーザーの出力をただひたすらに上げたらいいっていうわけではないんですね。やっぱりレーザーで物を加工するときにはやっぱ煙とかゴミがいっぱい出るんですね。でそのゴミを飛ばしてレーザーの光を下まで届けさせてあげないとダメというわけで、こちらオプションではなく標準装備となっておりまして、レーザーの 20W のそのままの出力を使えるよというものになっております。はい、組み立てが完了しまして、ついでに髭も剃ってきました。だいたい2時間くらいあれば組み立てれるんじゃないかなと思います。で、パッと見の印象としてはですね、このアルマイト、アルミフレームとか、このアルミの側とかがですね、すごい綺麗なブルーグレーアルマイトみたいなのが施されていて、非常に綺麗だなと思いました。で、あとですね、エアーショ装置が今回ついてるわけなんですけど、これを使うために電源をね、別途用意する必要はありません。このレーザー加工機を動かすための 100V の電源のアダプターからですね、2股が出てますので、それをですね、それぞれレーザー加工機側とエアーシト装置をつなげてあげるだけで 100V で全て運用することができます。本来ですね、このレーザー加工機にはこういったステンレスのプレートが付属しているんですが、今回特別にこちらです。ハニカム作業パネルというのも一緒にご提供いただきました。こちら何をするものかと言いますと、レーザー加工機の下に置いてですね、作業テーブルみたいなもんですね。レーザーの光がレーザー光がこうテーブルをね焼かないためについてるオプションなんですけど、このレーザー加工機専用に作られてるんで、この作業範囲をちゃんとこう覆えるようになってますんで、一緒にこちらも使っていきたいと思います。付属品見て気づいたんですけど、このハニカムテーブルね、絶対入れた方がいいと思いますよ。これですね、ワークをですね、ここに置いてレーザー加工して、下のテーブルが焼けないだけじゃなくてですね、ワークを固定することができます。しかも3パターンから選ぶことができて、上と下にですね、T スロット、溝が掘ってあるんで、T スロットの後とボルトをね、使って、クランプする方法、上と下にね、つけてやったりとか、マグネットでここにね、固定して動かないようにしたりとか、あとゴムブッシュで固定したりみたいな3パターンからワークのね、固定方法を選べるんで、これはね、めちゃくちゃね、便利だと思いますね。はい、では早速ですね、こちらのエアアシスト装置がある時とない時のテストをしてみたいと思います。というのも、こちらのエアアシスト装置は、エアアシスト装置単体で電源のオンオフがついておりますので、作業中にオンしたり、作業中にオフしたりっていうことをすることができます。なので、こちらのね、木のプレートに蝶々をね、今から掘っていくんですけど、真ん中半分まではエアアシスト装置なしで、ない時で、半分からこっちはエアアシスト装置ある時で加工してみたいと思います。はい、こんな感じとなりました。ちょうど真ん中ではないんですが、左側から4割ぐらいのところまではエアアシストオフ、そこから6割ぐらいのところはエアアシスト 100% となっております。レーザーの出力は一切いじっていないのですが、4割のところに比べて6割のところの方が、色がね、濃くなっているのがお分かりいただけるんじゃないかなと思います。煙とかがね、出たやつをエアでね、飛ばすことによって、よりレーザーの光が下まで届いて、綺麗に陰影が出るっていうことなんじゃないかなと思います。非常にいい感じですね。このエアアシスト装置に効果があるっていうのは分かったんで、続いてはこちら 19mm の 1x4 を切断してみたいと思います。
真ん中がエアアシストなしの2パス、右がエアアシスト 100% の2パス、これで抜けなかったので3回目、エアアシスト 100% の3パスを行いました。果たして抜けてるのでしょうか。ほい。あ、惜しい。ほぼ抜けてますね。もう手で押したらいけない。ここまで行っていけないの？はい、4度目の正直ということで、送り移動速度を200から150に変更しました。これで抜けてるでしょう。あれ。まあ、これはいける。これいける。これいけるぞ。これいける。おっしゃー。うわ、すげえ。さすがに19ミリとなると、かなり、厳しいようですが、なんとか抜けないことはないっていう感じですね。だからもう15とかだったらもう余裕だと思います。木材にもね、よると思いますけど。これすごいな。やば。続いてはこちら、黒の、ね、アクリルが切れるっていうのは分かるんですけど、透明のアクリルが切れるのかっていうと、スモークのアクリルが切れるのかっていうところですね。で、アクリルって材料にね、説明が書いてあって、このやつだと、全光線透過率っていうのが書いてあるんですね。で、白だと 93% なんですよ。なんで全光線ってもうレーザーも含まれてると思うんですけど、それを 93% 透過しちゃうから、多分ね、透明って切れないんですよ。で、逆にこっちのスモークは、透過率 19% なんで、微妙に切れるのかなというところをちょっとね、テストしてみたいと思います。はい、アクリルの加工完了しました。アクリルにはシールが貼ってあることが多いので、今回はシールのあるところとないところと両方にパスが出るように加工してみました。まず透過率 93% の透明から、こちらのね、シールの貼ってない方、全く切断できていません。しかしこちらのシール切断できています。で、裏のシールも切断されています。なので、これシールあるとこは切れたんじゃねと思ったんですが、しっかりレーザー透過されていまして、全く切れてませんでした。はい、こちらのスモークの方はですね、しっかり丸い縁ができているんですが、貫通しませんでした。なんか表面にですね、なんか表面 0.5 ミリぐらいがちょっと熱で溶けたような感じになっているだけで、なんかちょっと厳しいような感じですね。切れないことはないと思いますけど、かなり汚くなるような印象を受けました。ちなみに透過率 0% の黒のアクリルだとこんな感じに綺麗な切断をすることができます。もうワンパスいけば切れそうな感じしますね。この刻印は非常に綺麗に切ってますね。
はい、いかがだったでしょうか。いろいろね、加工してみましたけど、やっぱりこのエアアシスト装置、かなりいいと思います。ちゃんとアシストをしてくれました。でやっぱり高出力になった分ね、パワーが上がって、煙というか、そういう有害ガスが、ね、出たりすることがあって、下まで光が届かないということが、ね、あると思うんですけど、それをね、しっかりアシストしてくれるエアアシスト装置、かなりいいと思います。で、あとですね、いろいろやってみた感想としては、まず木材は、黒くなっちゃうんですけど、エアアシスト装置のおかげでこの黒をね、焦げを抑えることができたりとか、あと 19mm ちょっと厳しかったんですけど、15mm なら楽々、切れるんじゃないかなと思います。で、あとアクリルに関してはですね、黒オンリーでお願いします。透明とかスモークやってみましたけど全然、ダメでした。あとはですね、なんだっけ、発泡スチレンボードっていうのかな、こういうなんか発泡スチロールと紙でサンドされたようなやつがあったんですけど、これもダメでした。で、ゴムに関しては切断こそできなかったものの、刻印はねかなり綺麗にできたんで、切断ももうちょっと薄い 3mm とか 2mm くらいなら、切れるんじゃないかなと思います。であとコルクは、ちょっとねこれ 6mm っていうかなり厚いやついったんですけど、やっぱこうブツブツの素材なんで結構厳しかったっていう印象ですかね。であとはレンガは切断はね当然無理ですけど、綺麗に、彫れています。これ字がね載ってるだけじゃなくて、0.3mm ぐらいねちゃんと彫り込んであるんで、もうちょっとねパスを増やせば深くもできますし、彫刻加工はレンガにも有効だということが分かりました。あとこちら最後にやった金属なんですけど、ステンレスのなんかカンカンに刻印をしてみました。これも表面にただ乗ってるだけじゃなくて、ちゃんと凹凸があるということになっています。というわけで、いろいろやってみましたけど、面白かった、参考になったという方いらっしゃいましたので、グッドボタンとかチャンネル登録の方よろしくお願いします。概要欄にリンクの方貼ってますんで、気になった方は見てみてください。ご視聴ありがとうございました。